ボンジョー。今回の動画ではクリスマス気分がたっぷり味わえるフランス・アルザス地方を訪ねます。ジブリのアニメの舞台になったとも言われるおとぎ話のような街並みや地元の人々の温かさが心に残る素敵な村々を巡ります。もちろん美味しいものもたくさん登場しますので、どうぞ最後までお楽しみください。今回の旅は私の長年の友人でアルザス在住の佐藤夫妻にお世話になります。奥様の優子さんは一流の和裁師で、現在はフランス・イタリアの高級福地を使った独自の作品を発表し、フランス、日本でも展覧会を行う才能あふれる方です。まずは優子さんと一緒にコルマールの街を散策します。駅から街の中心部へと向かう途中、徐々に観光客でにぎわう様子が見えてきました。世界中の人々がこの美しい風景を体験するためにこの地を訪れているんですね。ここがハウルの動く城のモデルとも言われる建物です。壮観ですよね。街の中心部はまるで絵のような美しい景色。さらにこの季節にはクリスマスの装飾で一層華やかさを増します。アルザスの冬は冷えますが、多くの人々が楽しそうに街歩きをしているのがとても印象的です。私たちが訪れたのは優子さんが気になっていたというブティック。普段はアンティークショップなんだそうですが、この時期はクリスマス一色に変身。中に入ってみましょう。まるで子供の頃に憧れたおもちゃ箱の中に紛れ込んだようなワクワク感が味わえます。特に素敵だなと思ったのはこちら。ドイツの老舗ブランドヴィルヘルム・シュワイザーのクリスマス飾り。ガラスケースにこれだけたくさんの作品が並んでいる光景は圧巻です。お店を出てしばらく歩いていると、アルザス名物のクグロフが並んでいるのが目に入ってきました。お店の方が親切にもマカロン・ビクヴィルという焼き菓子を私の手のひらに乗せてくれました。ほのかに温かくてココナッツの優しい風味が心まで温めてくれるような気がしました。ラプティット・ブニーズと呼ばれる界隈へと向かっていきます。自由の女神のアイコンが足元にあったりするんですが、実はニューヨークの自由の女神を制作した彫刻家オーギュスト・バルトルディは
この町の出身なんです。アルザスが生んだ偉人ですね。コロンバージュと呼ばれる木組みの家、しかも色とりどりの家が並んでいる様子は本当におとぎ話の世界のようです。子供はもちろん大人も童心に帰って楽しめる、それがこの時期のコルマールの魅力かもしれませんね。回転木馬でもこんなのがあるんですね。洒落たパティスリーが目に入ってきました。ここのケーキとっても美味しいのよとゆうこさん。確かに丁寧に作られた感じがします。そしてこの時期のアルザスの名物という人形型のパンマナラというものも並んでいました。ご当地名物期間限定というのに弱い私は思わず購入しました。私たちはカテドラルへと向かっています。この地方特有の黄色や赤みがかった石で作られた建物はパリの教会建築などとは異なる趣があります。そのそばでなんとブロカントが開かれていました。郷土色ある品々が並ぶ中、やはり目を引くのはアルザスならではのワイングラス。同じ緑色でもグラスごとに微妙な色の違いがあって見比べるだけでも楽しめます。そしてちょっと気になるものを発見。これ何でしょう。スタンドのムッシュに尋ねると、これらはかつてレストランなどで使われていた計量カップなんだそうです。鈴でできていて7サイズ全部が揃っているのは貴重なんだそうです。Tout à fait, oui. Ici, ils faisaient du vinaigre. Tous les restes de vin, quand la bouteille n'est pas vide, vous mettez tout là-dedans. Et après, ça devient du vinaigre. C'est ça. C'était dans le temps, ils avaient ça dans toutes les maisons. Ils mettaient tous les restes de vin dedans. なるほど。残ったワインがこの中でビネガーになったんですね。いかにもアルザスという模様のお皿もこんなにたくさん並んでいます。ここにはクグロフの型もありますね。これらは消防士のヘルメットでしょうか。そしてここにはドイツ軍のものと思われるヘルメットが出品されていたりします。アルザスはフランスとドイツが領土争いを繰り返してきた歴史を持つ土地ですものね。
そしてこれもおそらく戦争と関係のあるものだと思うんです。私はこれと似たようなものをセーヌ川の源流の家で見たことがあります。Quand ils se battaient pas, quand ils avaient le temps, ils travaillaient les douilles. Ça s'appelle une douille. Douille. Oui, c'est une douille d'obus. D'accord? 戦場で兵士たちが砲弾の薬莢から作り上げたアート作品。なんだか示唆に富んだオブジェですね。ここにはバルボティーヌのアーティスティックなオブジェもありました。Ça a été fait en 1890. C'est vieux, hein? Regardez. Vous voyez encore le tampon là? Barbotine. Magnifique, hein? 北フランスのオナという町、500点限定で作られたものだそうです。このシリーズはとっても貴重で1000ユーロ以上で取引されることもあるんだそうですが、こちらのムッシュは600ユーロでとおっしゃっていました。カテドラルで祈りを捧げましょう。優子さんのご主人トールさんの運転でカイゼルベルグに私たちは向かいました。皇帝の山という意味のこの村には中世に建てられたお城の塔がそびえ立っているその姿がとても印象的です。コルマールから20キロほどの場所にあるこの村、かつてフランスの人気テレビ番組でフランス人が選ぶお気に入りの村第1位に輝いたこともあるという場所なんです。またカイゼルベルグはノーベル平和賞を受賞したアルベルト・シュバイツァーの故郷でもあります。クリスマスのイルミネーションが夜空にぼーっと村を浮かび上がらせているようなとても幻想的な雰囲気です。この村では地元の方々がホットワインを販売していました。冷え込む夜にホットワインで体を温めるのは冬の醍醐味ですね。ところでこのホットワインの中には何が入ってるんですか？ Il y a de la cannelle, il y a du gingembre, ginger, hein? Ginger. Et puis quoi encore, je ne sais plus. Et puis des oranges. Orange et du sucre aussi. Oui, Oui, aussi du sucre. Il y a aussi de l'eau. De l'eau aussi? Il y a de l'eau dans le vin. Très bien, ok. Merci beaucoup. 1杯5ユーロでなんとこのガラスのカップもお土産としてついてきます。おそらく村人の方々がボランティアで運営してるんでしょう。この建物は集会所なんでしょうか。村人たちが旅人を迎え入れる温かい心遣いが満ちているような気がしました。これもきっと手作りですよね。人口2700人ほどという村なんですが、ご覧の通り世界中から人々が来てるんではないでしょうか。なかなか素敵な帽子が並んでいますね。これはアルザス名物マンステールチーズ。
アルザスでは看板が本当に可愛らしいんですよね。村の中心部の十字架の彫像の下にはキリスト生誕を描いたクレッシュが飾られていました。この建物の奥で何か催しをしているようですね。中に入ってみましょう。魔法の森へようこそというのがこの展示のテーマになっているようです。木に精霊が宿るというこの感じ、日本人でもなんとなく理解できる気がします。こういう細工もみんな村の人たちがみんなで力を合わせて作ったものなんでしょうかね。外へ出ようとしたら出入り口が塞がれていました。なんとこの日お披露目のテープカットが行われたんです。クリスマスマーケットにぎわっていますね。私はこのウィンドウが気になりました。これらのガラスのオブジェたち、どうやらここで作られているようなんです。中に入っていってみましょう。この左手の方にブティックがあって、右手の方にアトリエがありました。しかもこのアトリエに入って作業の様子を見ることができたんです。手拭きガラス、村の中にこういう手仕事のアトリエが健在っていうのはなんだか素晴らしいことだなと思いました。伝統的な技を継承している職人さんたちの仕事ぶりを見ると、一つ一つのオブジェがより魅力を放っているような気がします。すべて一点物ですものね。さて、夕食にしましょう。アルザスならではのレストランをという私のリクエストに佐藤夫妻が答えてくれたのがこちら、ラクロンヌ王冠という名前のレストランです。ストラスブールとコルマルのちょうど中間にあるセレスタの町の郊外シェルフィレという村にあるレストランです。木の螺旋階段が飴色になっていますね。2階の天井にまで届くほどのクリスマスツリーが見事です。この建物はかつて樽屋さんだったんだそうです。
ゆうこさん、とおるさんとまずはアルザスのビールで乾杯です。乾杯。おつまみはやはりアルザス名物のプレッツェル。テーブルクロスは王冠をモチーフにしたもので、ナプキンは伝統的なアルザスの布が使われており、とっても素敵な雰囲気。木の温かみが感じられる内装。あら、ここにコルマールのブロカントで見た計量カップが飾られていました。そしてお料理、アルザスで一度は食べたいと思っている郷土料理、シュークルート。キャベツの酢漬け、ソーセージやハムがたっぷりと盛り付けられたボリューム満点の一皿。トールさんはビーフのカルパッチョをオーダーしました。そして私が気になったのがココット・オ・モンステール。一体どんなお料理なのかしらと楽しみ。ココットの中にはマンステールチーズをベースにしたクリームがたっぷり入っていました。ソテーしたじゃがいもをつけていただきます。このチーズのクリームは一見ものすごく濃厚かしらと思ったんですが、意外なほど食べやすくって本当に美味しかったです。それにしてもこのシュークルートの盛りの良いこと、これで1人分の量らしいんですが、私たちはシェアしていただきました。こちらのレストランはお味の方もサービスも雰囲気も本当に満点。アルザスの魅力を五感で堪能できるこの素敵なお店に連れてきてくださって佐藤夫妻に感謝です。佐藤家の朝、愛病の紋次郎くんが朝ごはん中です。私たちも昨日買ってきたマナラで朝ごはんにしましょう。トールさんの運転で私たちはステージュという村に向かいます。その村にも佐藤家おすすめのとっておきの場所があるんです。この日は晴れなんですけれども、ご覧の通り幻想的な霧が立ち込めていて、まるで絵画のように美しい風景が広がっていました。通り抜ける村々、色とりどりの家が並んでいて本当に魅力的ですね。ステージュの村に入ると間もなく街道沿いに目指す場所が見えてきました。こちらです。オードゥビ
リキュールと書いてありますが、そうなんです、蒸留所です。この看板も象徴的ですよね。それにしてもこの風景どうです？私はしばし見とれてしまいました。さて、こちらの蒸留所は70年以上にわたって伝統的な方法で数十種類もの製品を作り続けてきています。蒸留所の向かいに販売所があります。こちらもクリスマスの装飾が施されてとても可愛らしいですね。奥もまた本当に素敵でした。この木のタンス見事じゃないですか。ガラスのコレクションや陶器の器など地元ならではのアンティークの数々がとても素敵にディスプレイされています。奥の方へ進んでいくとテイスティングコーナーがあります。この左側のがオードヴィ蒸留酒、右側にはリキュールが並べられているんですが、このラインナップ圧倒されますよね。マードギュベアス、展示スペースはまるで博物館のようで、蒸留に使われた昔の器具がずらりと並んでいます。Voilà, l'huile essentielle de lavande. Là, vous avez les alambics traditionnels, le col de cygne. 中でもこちらがこの地方特有の蒸留装置。蒸留酒を貯蔵するための陶器の壺など、とても興味深いアイテムが多いですね。こちらにも見事なクレッシュが飾られていました。たくさんの少女の隣にあったこの絵、なんだか私これ好きですね。アドベントカレンダーもありました。この窓の内側はきっとオードヴィの小瓶が入っているんでしょう。この黒いボトルに入っている蒸留酒は最高級のシリーズ。こちら洋梨の香りのテイスティングさせていただきましたが、とってもノーブルでした。そしてこちらはリキュール。私はニワトコの花の香りが好みなので、これをテイスティングさせていただきました。このリキュールはアルザスの発泡ワインクレモンや発泡水で割っていただくのが美味しいと教えていただきました。私はこの旅の記念にオードヴィの小さなボトルとリキュールのボトルも買い求めました。帰り道の村で佐藤夫妻おすすめのサロンドテがあるというので、ちょっと立ち寄ってみることにしました。こちらの建物もお隣の建物も色はもちろん、窓にハートが掲げられているのがなんだかとって
ても愛らしいですよね。このパティスリーの奥に席があって、そこでお茶を飲んだり食事をしたりできるようです。この奥のストーブが見事じゃないですか。陶器でできています。幸運のシンボルをかたどったお菓子があったりして、なかなか可愛らしいパティスリー。今日はここでお茶をせずに、佐藤家で買ってきたお菓子をいただきたいと思います。村々のあった谷の名前のついたケーキは、どこか懐かしいような感じのお味。そしてこれはアルザスの屋根という名前のケーキ。そしてこの時期のアルザスの名物菓子ベラベッカに私は初挑戦したいと思います。ドライフルーツやナッツがぎっしり詰まったお菓子で、一切れでエネルギーたっぷり。厳しい冬を乗り切るための先人の知恵を感じるような一品でした。ここまでご覧くださいましてどうもありがとうございます。今回の旅は盛りだくさんの内容だったので、一本の動画には収まりきれませんでした。次回は続編としてストラスブール、そして周辺の村々のクリスマスマーケット、そしてワイナリーを訪れた様子をお送りしたいと思います。この動画が気に入ったら高評価、そしてチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もお願いいたします。次回の動画への励みにもなります。それでは続きもどうぞお楽しみに。アビアント。